はいどうもストックロックです。今回はコメリさんから提供していただきましたウーバーマン 18V インパクトレンチを紹介していきたいと思います。昨年2022年の12月10日に発売されたということでウーバーマンシリーズの新製品になっております。でこちらの 18V のインパクトレンチと電動ドリルドライバーですね、そちらの方も同時に発売となっているそうです。では早速こちらですね、開けていきたいと思います。ウーバーマンシリーズはコメリさんの本格プロ仕様の自社ブランドっていうことで結構楽しみですね。よっほいよいしょ。はい、ウーバーマンで本体ハードケースに入っているんですけど結構大きめですね。かなりしっかりした感じ、さすがプロ仕様って言ったところでしょうかね。やっぱりねプロ仕様なんで今まで紹介してきたインパクトレンチより、価格帯がねちょっと1段階上というか、2段階ぐらい上というか、今回のセットも税込み34,800円のものなので本格的なプロ仕様の価格帯となっております。ただマキタとか廃校機の品物よりは安くなってますので、価格帯的にはその間ぐらいといったところですかね。早速開けていこうと思ってるんですが、ここ気になりますね。ここ小物入れになってるんですね。プロ仕様なのでもちろんプロの方がね使うっていうことで当然持ち運ぶことになるわけなんですけど、そういった時にね使いやすいようにここに小物入れが搭載されていると。ここにはきっと主にネジとかあとソケットですかね。インパクトレンチなんで、小さいものだったら入るかなっていう感じですね。はい、では早速中開けていきます。よっおい出てきましたね。まず入ってたのが説明書、あとその他は綺麗な感じに収まっております。中に入っているものは本体、充電器、あとはバッテリーが1個ついております。これきっとここに開いてるのはバッテリーもう1個入れれるんじゃないかな。はい、そうですね。バッテリーもう1個追加購入した時に入れれるような形になっております。で当然なんですけれども、このウーバーマンシリーズですね、他のウーバーマンシリーズの電動工具にも共通で使えるバッテリーになってますので、バッテリーはねきっとこのシリーズを買うイコール増えていくっていう想定なんでしょうね。2つ持ち運べるよっていう感じになってます。でケースかなりしっかりしてますね。スポンジ素材のものでちゃんと仕切りがされてて、もう入る場所が決まってるっていう感じで、上の方にもかなりクッション性の高い、スポンジボコボコして動かないようにしているような感じですね。これでしっかり押さえつけてくれると、そういったハードケースになっております。でこちらの本体の方も下にね空洞空いてますので、ここにはバッテリーをつけたままガチャッとはめれる、そんな感じになってます。なので、本体にバッテリーをつけてその他にバッテリーが2つ入る、そんな感じのハードケースになってます。でちゃんとねバッテリーにはこのカバーがついてますね。端子カバー、あと付属品としてホルダーですね。本体につけれる金属のホルダーがついております。なので付属品としてはそこまで多くない、ソケットなんかは完全に別売りになってますんで、あくまでも本体とバッテリーと充電器のみと考えていいと思います。っていうことでこちらがウーバーマン 18V インパクトレンチ本体になっております。見た目はねかなりかっこいいですね。ウーバーマンのテーマカラーは赤ということでかなりかっこいい仕様になっております。ここもねなんかちょっとクリアなブラックっていう感じでちょっとメタリック感を感じさせるような色合いになってますね。やっぱりねプロ仕様ということで今まで紹介してきたものとは外見の何て言うんですかね、高級感が強くてチープさは全く感じられないですね。非常にかっこいいデザインになってるかなと思います。ではまずね、バッテリーの方を充電していきたいと思います。電源を差し込むと、ここがね薄く赤く光ってますね。ここを上げて差し込む感じですね。ガシャッと。はい、そうすると緑色に点滅になりますので、これが充電中ということになります。でね、刺した瞬間もう思いっきりファンの音聞こえますね。ちょっとマイク寄せますけど聞こえるでしょきっと。こんな感じでずっと冷却ファンが回ってるような状態なのかな。この辺りはさすがですね。充電器もしっかりしております。今回ついてるねバッテリーは 5.0A、 このバッテリーで約70分で充電できるそうです。で満充電で M16 を約420本締め付けが可能だそうです。そして充電器には USB 端子もここについております。でバッテリーを充電しながらでもここから USB の電源が取れるので、なんだろう、携帯電話の充電とかかな、思いつくのちょっとそれぐらいなんだけど、一応ね 5V2A 出力が可能っていうことです。はい、今ね充電が終わりましたね。こちら緑の点灯になりました。よいしょ。ということでこちらの 18V 5.0A のバッテリー充電完了しました。こちらにバッテリー残量表示もしっかりついております。
流れるようにランプがつくんですね。周りがゴムに包まれてて、衝撃にもかなり強そうなバッテリーの形状ですね。これ下に置いた時にもかなりグリップしそうな感じですね。ここがね全部ゴムなんですよ。ということで早速本体に取り付けてみたいと思います。ガチャッと。これで準備完了ですね。はい、ウーバマンの 18V のインパクトレンチになります。めちゃくちゃかっこいいな。で、本体の機能の説明に移りたいと思います。でまずね、この晴天と逆転のスイッチですね。人差し指側を押すと晴天、逆側親指側を押すと逆転になりますね。これは通常の回転系の工具と一緒です。で、逆転、こっちですね。で、回すと LED のライトが光ります。左右のスイッチを真ん中の状態にすると安全ロックがかかってトリガーが引けなくなると、そういったトリガーになってます。で、トリガーはね無段階変速機能付きですね。無段階だけどかなりシビアだね。基本的な使用方法はこれだけなんだけど、さすがねプロ仕様ということでいろんな機能がねここについてます。まずね4段階の打撃の切り替え、弱、中、強、最強と4段階あります。今ね4つのランプ全部点灯してるので最強になってるんですけど、打撃ってボタンを押すと今3になりましたね。これ強です。で、中、弱で最強に戻ると、そういった感じになります。で、トルクなんですけどこれ最強で320ニュートンメートル、今日は240ニュートンメートル、中は180ニュートンメートルで、弱は120ニュートンメートルとなっております。弱はかなりマイルドな感じですね。以上4段階で締め付けトルクの調節ができると。同時に回転数も変わるんだけどね。で、締め付け能力なんですけど、普通ボルトで M10 から、M20 まで、高力ボルトで M10 から M16 までになっております。で、LED ライトなんですけど、回した時にね点灯するように今なってるんですけど、このライトのボタン、真ん中のボタンですね、見えるかな、ここを押すとライトも明るさを調節できます。消灯と弱、中、強の3段階ですね。で、消灯にしてる時はもういくら回しても点灯しません。これね結構俺いいなと思ってて、必ず点灯する工具ばっかり取り扱ってたので、これは結構いい機能かなと思います。必要な時だけつけて、あとは回した時に点灯してくれると、はい、こんな感じですね。残光性があるので10秒ぐらいかな、10秒ぐらい点灯してるかなと思います。で、インパクトレンチといえばオートストップ機能なんですけれども、もちろんこの機種にもオートストップ機能はついております。で、オートストップがね晴天にもついてるし逆転にもついてるということで、ちょっとここもね今まで紹介したインパクトレンチとは一味違った感じになっております。で、オートストップモードはこのモードっていうボタンを押すとオートストップのランプがつきますので、これでオートストップモードになってます。で、オートストップモードも3種類のオートストップモードがあって、これねそれぞれ締め付けの時とあと緩める時とちょっとね動きが変わってくるそうです。この辺りはね後ほど説明したいと思います。その他に、全速っていうモードがあるんですね。このモードボタンを長押しすると、はい、1個ランプついたと思うんですけど、先ほど無段階変速のトリガーについてちょっと説明したんですけど、この無段階変速がねなくなるモードです。いきなり全速になると、一番最初全速になるけど緩めると弱められるというか、最初は全速になっちゃいますけどね、これいきなりでも弱めることはできる、はい、そんなモードになっております。この全速モードも先ほどそれぞれ説明した、弱、中、強、最強、この4段階全てで使えるモードになっております。はい、じゃあ次はね重さを測ってみたいと思います。まずねバッテリー込みの重さを測ってみたいと思います。よいしょ。1848g ですね。じゃあ次ちょっと本体だけ測ってみましょうか。本体だけはね割とコンパクトなのですごく軽い感じがしますね。1194g ですね。でバッテリーは 5Ah なんでそこそこ重いですけど、
はい、653g ということで、合わせると1800ぐらいあるよと。他のどれぐらいだっけな、ちょっと一応測ってみようか。前に紹介したディンシャーのインパクトレンチですね。本体だけでいくとディンシャーが1241、やっぱ本体でいうとねディンシャーより軽いんだよね。ディンシャーかなりコンパクトでいいなと思ってたんだけど、それより軽いウーバーマンの方が、それもそのはず。この首の長さ見て、今までディンシャーでも首の長さ短くてすごいいいって言ってたんですけど、二回りぐらい短いっていう感じですね。大きいタイプのインパクトレンチがあるんだけど、これかなり重量級ですね。かなり重いんですけど、もう大人と子供だよね。でこのヘッドの長さが実測で 121mm っていうことなんで、かなりね短いです。さすがプロ仕様っていうことで、おそらくマキタとかその他の廃校機とか国内のブランドと比較してもそんなに遜色ない数字なのかなと思います。で他の重さ機能に関してもその他有名メーカーと比べても遜色ないスペックを備えているっていう風に言えると思います。プロ仕様の工具なので、対抗してるのはその辺りの製品ってことになりますよね。なのでスペックもそれに似通った数値かつそれより安く作ろうっていう風に自社ブランドで頑張った形がこのウーバーマンっていうブランドになってるのかなと、そういう風に感じますね。でグリップも非常に持ちやすいですし、このゴムのねグリップの感じも非常にいいですので、これはねそんなにね見た目含めてチープさも感じないし不満はないんじゃないかなって思いますね。オートストップモード、モードが3つあるっていうことなんですけど、まずねオートストップ1について説明します。晴天だと無負荷だとずっと回るんだけど、負荷がかかるとで止まります。で逆転は普通通り止まると。これがオートストップ1ですね。で次、オートストップ2にします。オートストップにはね締めだと止まらない感じですね。逆転時は一緒、逆転のみストップする。晴天はストップしない、なんかそんな感じしますね。ずっと回って埋まってっちゃうんで晴天は止まらないって感じですね。じゃあ次オートストップ3を試してみます。おお、なるほど。締めは締めは一緒かな。でオートストップ2も3も過負荷で瞬時停止ってなってるんですけど、ちょっと今このテストではね止まらないです。このオートストップ3も止まらなかったですね。ただ逆転時の動きが全然違くて、オートストップ3だと止まるんだけどすごいゆっくりなスピードで回ります。これ今締め込んだ状態、オートストップ3で外してみます。回転力弱まってそのまま回ってるって感じですね。なので最後まで回せない時ってありますよね。オートストップでまだナットが残ってるみたいな、その状態を最後まで取ってくれるのがオートストップ3っていう感じになりますね。なるほど。一番使いやすい慣れてるのはオートストップ2になるのかな、きっと。緩める時にまだ最後ダラダラ動いてほしい時は3を使うと、締め込む時も逆転の時もオートストップ両方効いてほしいみたいな時はオートストップ1っていう感じですね。でこの機能ね初めて使ったんですけど、オートストップ1が一番いいかなって個人的には思います。締める時も、止まってくれて、緩める時も止まってくれるっていうやつね。1が一番個人的には使いやすいかなと思いました。でこの辺りねやっぱり選べるのはねいいですよね。この作業する内容によってこのストップの機能っていうのを切り替えられるので、ちょっと最初覚えるのは大変かもしれないですけど、1回使うとねこういう機能なんだっていうのは分かるので、これはねその場の現場のね状況に合わせてオートストップの機能を切り替えて使えばいいのかなと思います。これ結構面白いですね。使い勝手はいいような気はするんだけど、このバシッて止まるのが一番いい感じがする。やっぱりオートストップ1が好きだな俺は。これいいよね。外す時にトロトロ動くのもいいけど、必要だったらこうやってもう一回回せばいい話なんで、俺の場合はこのオートストップ1で事足りるような気がする。これが一番いいやっぱこういうちょっとしたなんて言うんだろう、便利機能の違いというか、こういうのが中華製のものと、こういうプロ仕様のものの違いなのかなって今正直実感してますね。確かに使いやすい。でトルクが結構強いんで、タイヤ交換の時は弱でやってくれっていう風に書いてるんですけど、実際にねちょっとタイヤのナットも緩めてみましょうか。
それではねタイヤのナットを外してみたいと思います。打撃はね弱でオートストップありで1番のオートストップで試してみたいと思います。ちょうどねオートストップで自分のタイヤの場合はちょうど抜けてきましたね。次閉めてみますね。これめっちゃいいかも。オートストップ、はい、いいっすね。で閉めるときはこれめっちゃいいくないですか。この機能はすごくいいと思う。で最後にトルクレンチでちょっとだけどトルク強いかな。ここちょうどいいな。ちょっと回りますね。ちょっと回るな。なのでやっぱり弱でやってトルクレンチで締めるとちょうどいいって感じですね。はい、ということで一通り使ってみました。使ってみた感想なんですけど、このねオートストップモード、制逆転オートストップですね、この機能がついてるってことが一番良かったなって思いました。今まで自分持ってたのは逆転のオートストップしかなかったので、この正転のオートストップですね、この機能ってすごい便利なんだなって思いましたね。今までは不必要な打撃を加えないようにするために、打撃が加わった瞬間すぐ手で止めるっていう行為をねやってたんですけど、このオートストップがついてることによってそういったことをやらなくていいですね。勝手に、負荷がかかるとパチッと止まってくれるので、これは非常にいい機能だなと思いましたね。この機能がこのウーバーマンのインパクトレンチ特有の機能なのかというと別にそうではなくて、マキタのインパクトレンチとかにもついてるんですけれども、マキタのインパクトレンチよりこっちの方がちょっと安いので、同じプロ仕様といってもね価格の面を考えると、十分これで戦える機能は持ってるんじゃないかなと思いました。なのでこっちの方を、ちょっとリーズナブルな方を選ぶっていうのはね全然ありな選択肢なんじゃないかなって正直思いましたね。で今回このインパクトレンチと 18V の振動ドリルドライバーですね、こちらの方が追加されたことによってこのウーバーマンシリーズ、主要な電動工具が揃ったと言っても過言ではないのかなと思いますので、そうなれば結構選択肢になってくるんじゃないかなと思います。というのはやっぱりマキタとか一つのバッテリーがいろんな工具に使い回せるっていうのがね大きなメリットになってると思うんですけど、このウーバーマンシリーズもねだいたい主要な電動工具が揃ったことによって使い回すことができますので、これで同じ土台に立ったんじゃないかなって個人的には思ってます。あとはこのデザインとかそういったものがね結構赤ってかっこいいなとか赤好きだなっていう方は全然検討の余地があるんではないかなと思いますね。問題は価格なんですよ。コメリさんはそのマキタとか廃工機とか、プロ用のね工具に対抗するためにこのウーバーマンシリーズを作ってるので、それよりね安くなれば正直万々歳で機能が同じだったら全然 OK じゃんみたいな立ち位置だと思うんですけど、プロじゃない人、普段は使わない休みの日しか使わないよみたいな人にとってはこれ34,800円って正直高いですよね。自分もねやっぱり高いなって思うんですよ。そもそもいつも紹介している工具が、1万円そこそこ、高くても2万弱みたいなね工具が多い中で、こいつはバッテリーと充電器、ついてるとはいえ34,800円ですから、いつもよりね約1万5,000円から2万ぐらい高いみたいなね立ち位置の電動工具なんですよ。いつもマキタとかそういったものばっかり買ってる人にとっては安いじゃんいいじゃんって刺さると思うんですよね。言ってしまえばプロとか仕事にしてる人にとってはそういった感じの感想になると思うんですけど、これ日曜大工とか DIY メインの人で使ってる人にとっては34,800円たっけーってなるんですよね。このあたりでやっぱりね刺さる人っていうのはねちょっと違うのかなとは思います。ただDIY 用のインパクトレンチと比べるとやっぱりこっちの方が使いやすいなって思いますし、持ってても軽いし、これ長時間だったら絶対こっちの方が楽だろうなって思います。なのでやっぱり、刺さる人っていうのはプロの人なんだろうね。だからこれ足場とか組む人だったら俺これすごいいいなと思います。僕もねもともと土木業なんで結構単管組んだりとかっていう仕事はしてたんですけど、当時は普通にラチェットレンチ使ってたんだけどねでもこれあったらすげえ楽だったのになって今更思います。ということでまとめると、プロの人にはおすすめだし、あと DIY メインの人というか、日曜大工メインの人にとっても、ちょっといい製品欲しいな、でもマキタは高いんだよなっていう人には刺さるのかなと思いますんで、そういう方は購入検討してみてもいいんではないでしょうか。他にもねウーバーマンシリーズありますので、インパクトドライバーとかねちょっと私使ったことないですけどちょっと気になっちゃいますよね。これで同じねバッテリーを使えるってことなんでね、
ということで今回はコメリさんのこの新製品ですね 18V のインパクトレンチ、こちらを紹介しました。でまた購入ページとか詳しい内容はですね概要欄の方に貼っておきますので、気になる方はチェックしてみてください。はい、ということで今日はこんな感じで終わりたいと思います。この動画を見てちょっとでも面白かった、参考になった方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。またね。